刺激的すぎたかしら。羽毛がスーッと撫でたみたいな接吻だけで気絶させちゃうなんて、私ってはなんて罪な、なあ。これはあらん、私好みのいい男。どうしたんだこの人たちは。死んでるなんてことだ。なあ、あんた、この人たちさっき落ちてきた流れ星に巻き込まれてもしたのか。人工呼吸もしてみたんだけど、全然息を吹き返さなかったのよね、この人たち。人工呼吸の心得がある？あんた、もしかして医術の心得が？うふふ、恋の病ならこの朝鮮ちゃんにお任せよん。あなたの恋の病も私の愛の持つごとで、あっという間に解決してあげる。恋の病、すごい。そんなものが治せるなんて初めて聞いたぞ。けどその私の愛がたっぷりこもった口づけでもこいつらは治せなかったのよね。そうなのか。こっちの方が簡単だろうに。死んだ人間は生き返らないと思うわよ。まだ息が止まって時間も短い。外傷も大したことはないし、このくらいの病魔なら俺でも。あら、針治療？ああ、なんて強烈な気なんの。私の全身の筋肉がビクビク反応しちゃう。違う。こいつらじゃない。こいつか。いや、こいつでもない。あんな熱のこもった視線で見つめられたら、私の針でできたお胸なんか一発で粉々になっちゃいそうだわん。見えた。貴様ら病魔などこの針の一撃で蹴散らしてやる。はあ、我が身我が針と一つとなり、一心同体全力全開、必殺必中、病魔覆滅、元気になれ。病魔退散。あらん、生き返っちゃったわ。すっごーい。誰が筋肉妖怪ですって。あれだけ元気ならもう大丈夫だな。死人さえ生き返らせるなんて、あなた一体何者なの？俺か？俺はカダ、ゴッドウェイドの教えを受けた流れの医師さ。カダ？私は朝鮮都の踊り子よん。都の踊り子？そんなすごい人がどうしてこんなところに？話せば長くなるけれど、いろいろあったのよ。なるほど。で、ちょいと聞きたいんだけど。なんだ？都なら結構遠いはずだぞ。
あなた付き合ってる女性は？いや、いないけど。チャンス。誰？私の心の声をそんな大音量で音読するだなんて。穴があったら入りたい。穴がなければ自力で掘って、やっぱり奥まで入りたいくらいの恥ずかしめだわ。誰だと？貴様、この私の声をよもや忘れたなどという気ではあるまいな。その声は、まさか？いいおのこの匂いをたどってくれば、まさかこんなところで出会うとはな。探したぞ挑戦。そのまばゆいばかりの白いふんどし、美しく輝く白い胸当て。あなたは？都ではこういう服装が流行ってるのか。卑弥呼。久しいな挑戦でー。何年ぶりに会ったかと思ったらずいぶんな挨拶じゃない？何年ぶりかだと？そんな小さなことにこだわるなどまだまだ精進が足らんようだな。乙女は永遠の乙女。そんなことすら忘れたか。卑弥呼、あなたこそ東の果ての島国に渡ったと聞いていたけれど、腕は錆びついていないよね。そういう貴様の腕は随分と鈍っておるではないか。あの頃の鵜の拳、今よりもはるかに鋭く研ぎ澄まされていたぞ。誰ぞに振られて刃こぼれでもしたか。小心乙女の傷口をグリングリンえぐるなんて、あなたそれでも乙女なのかしら？乙女道の継承者なればこそ、真の乙女なれば受けた傷と痛みを乗り越え、さらなる高みを目指すべきである。容赦ないわね。ならば仕方ない。こんなところで使いたくはなかったけれど。いきなり奥の手を使うなど破ってくれというようなものを挑戦すでに破れたり。あら、必殺技は出し惜しみしてちゃ意味がないのよ。受けてみなさい。ならば貴様の渾身の一撃とやらこの私に見せてみるがいい。それで鵜の拳が使い物になるか今ここで判断してくれるわ。せいちゃん、シュリちゃん、ご主人様、今こそ私に力を貸して。ジョー。愛と勇気の名のもとに塩美な蝶が舞い降りる。たとえ世界は違えども名乗る名前はただ一つ。花鳥仮面2号、新たな外資に参上よん。はは、その気合なかなか悪くはないぞ。こう行くわよん。来るがよい。鈍ったな挑戦。いいな、花鳥仮面2号。な、この私の最高の一撃を受け止めたですって。鵜呑に大陸の守護を任せたこと、どうやら早計すぎたようだ。でー
朝鮮大丈夫か？大丈夫よ。心配してくれてありがとう、カダちゃん。こんな傷だらけに大丈夫じゃないだろう。どさくさに紛れて服を脱がそうなんて、カダちゃんってばとっても大胆。いや、傷口を確かめたいだけだから。いやんばかん。それだって順番っていうものがあるでしょ。まずはお友達は飛び越えて愛人の中からチュー。貴様まさか。ふふふ、ようやく気づいたよね、卑弥呼。わざと傷つき倒れることで異中の男を心配させ、こちらへの気持ちを強く抱かせる。これぞまさに乙女道の奥義が一つ。どう？これでもまだ力不足だと？ぐぬぬぬぬぬぬぬ。うふふふふ。ん？こやつめ、なかなかやりおるわ。私としたことが一本取られたぞ。なんなんだ？とりあえずその傷を治療しないと。ほら早く見せて。いや、そんな早く脱げだなんて嫌だ。乱暴にされたら恥ずかしいわ。俺は医者だからそういうのは気にしないで。結構深い傷になっているな。あと残っちゃう？私傷物にされちゃった。大丈夫だ。このくらいなら俺の針できれいに治してみせるさ。痛い。痛くても我慢してくれ。すぐ治るから。一度目は痛いけど二度目からはだんだん痛くなくなるのね。でもやっぱり痛い。これでも痛くないようにしてるつもりなんだけど。じゃあ夫婦していい大人なんだから我慢してくれよ。意地悪。そのようないい男に傷口を夫婦してもらうなど、なんと羨ましい。ぐぬぬぬぬぬぬぬ。この勝負私の勝ちのように。いいだろう。しかしその鈍った拳はいかんともしがたいな。やはり私が直々に鍛え直してやらないとならんな。痛いところをつくわに。だが何があった？お主ほどの乙女がそれほどふぬけるなど、あの乙女心も介さぬ小アッパ道に出し抜かれたわけではあるまい。あの子たちなら当分こっちには手出しできないわよ。けど焦がれる思いは一方通行。いくら激しく送っても見返りは期待することなかれ。よく言ったものに。いい言葉だが誰の言葉だ？私の言葉よ。この外資の主、あの天の使いとやらか。知ってるなら人の心の傷をえぐるようなことは言わないでちょうだい。まあいい。ならばそやつがこの外資に来るまで私が鍛え直してやるまでだ。どうせまだ来ておらんのだろ。あら、助けてくれるの？別にうぬのためではないのだからな。
ヤマトからわざわざ来てやったのに何もせずに手ぶらで帰るのも尺ってだけなのだからな。まあヤマトからわざわざ来てくれたの。うるさいうるさい。そのニヤニヤ笑いもやめい。照れるではないか。それで卑弥呼、この外資今どの辺りまで進んでるの？私今こっちに着いたばかりで状況がよくわからないのよ。よし、これで大丈夫。一晩もすれば良くなるはずだ。ありがとうカダちゃん、俺にチューしてあげる。夢中。いや、それはいいから。朝鮮、貴様ずるいぞ。それなら私も弟子を助けてもらったお礼に夢中。だからそういうのはちょっと。ちょっと何よ、化け物って本当に化け物じゃないの。もっとよく動いてキモかわいいのかと思ったら本気でキモいだけじゃない。しかも一匹と聞いてたけど増殖している。誰が山からワイワイ降りてきた？もののけキモカワ大行進ですって？そこまで言ってないわよ。あのお兄さん、ちょっといい男かも。お姉ちゃん、あの子もーらい。私たちのダーリンをしっちゃかめっちゃかであらあら大変こんなにたぎっちゃってどうしましょうにするかだと？そこまで言ってないよ。私たちのだなんて？私たちはそれ私が言おうと思ったのに。まだ黄金と当たりなわけねん。以前お主のいた外資の流れと同じならそやつが来るのもそろそろだろうな。けどまああれに私とダーリンの愛のイチャイチャ空間を邪魔したこと万死に値するわ。いや、何？いっちゃ？黄金塔だと？お前たちもしかしてこの辺りで白事を働いている連中か？いや、別に悪事を働いてるわけでは。少なくとも私たちはやっていないけど。ちょっとあなた、そんな誤解される言い方。そこのお前！お前、今までに何回悪事を働いた？3回より多いか？そうか。ちー姉さん。なんかやばい雰囲気だね。3度までなら我がゴッドベイドーの教えに従い見逃してやろうと思ったが、4度を超えているのなら許すわけにはいかないぞ。何？ゴッドベイドーだと？知っているの？かつて神話の時代、神農大帝が編み出したと言われる究極異律の一流派よ。受け継ぐ者もおらず
歴史の闇に消え去ったと聞いておったが。カダちゃんはそのゴッドベイドの継承者なのよ。なんと罪もない民たちから金品を奪い、天地さえ怪我人死人を増やすなど、お前たちこそ大陸にはびこる最低最悪の病魔なり。ゴッドベイドの教えを受けて、このカダが貴様らを治療してやる。覚悟しろ。ちょっとこの人、私たちの話聞いてないよ。もう顔は好みなのに仕方ない。それチーが言おうと思ったのに。だから姉さん、そういう揉め事につながる言い方しちゃダメなんだってば。勝負だ。ゴッドベイドの継承者、その実力を見てみたいところだが、少々数が多すぎるか、挑戦。乙女道とは愛に準ずることと見つけたり、愛しのカダちゃんが戦うなら私も助太刀するわよ。意は真実なり、世界の全てにあまねく平安をもたらすため、俺は戦う。でーい。俺は医者だ。殺しはしない。治療するのはその根に救う病魔なり。お前の膝の壺をついた。川屋で用を足す時にも座れない恐怖、半月ばかり味わうがいい。私が戦うのはただ愛のため、いずれまみえる殿方のため、私は果てなき戦いに身を投じるのよ。気持ちいいだなんて大胆に。ならもう一発合視しちゃうわよ。だいぶ調子が出てきたようではないか、挑戦。それでこそ我が弟子なり。ならばわしももりもりたぎるしかあるまい。むふん。なんだなんだ、若造には刺激が強すぎたか。ほれ、これでも食らうがいい。こいつら強いっていうかキモい。とりあえず逃げようよ。なんかこの人たち怖いよ。そうね、みんな撤退。あら、みんなずいぶん早いのに、こんなに早くっちゃお姉さん物足りないわ。歯ごたえのないやつらめ。なあ二人とも、よかったらもう一働き手伝ってくれないか。どうしたのだ。追いかけていってもう一度懲らしめるか。それも必要だろうけど、まずはこの人たちを助けるのが先だ。この人たちは確かに悪事を働いたけど、懲らしめた後はただの怪我人だからな。おお、さすが我らが見込んだいい男。なかなか口にできることではないぞ。わかったわ。お姉さんたちもカダちゃんのために張り切っちゃう。